送します。司会のアデイトです。そしていつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁長道院大学総裁です。よろしくお願いします。Today's first topic, China. The Chinese politicians are teaching their people to stop buying brands and expensive goods and perfumes. Why is that? これは習近平が、変わってですね、はい、今主席になって、いろんな新しい指導を、今発表しているわけだけれど、質実剛健というか、質素倹約、国民が金も持って贅沢している人が多いと。でこのいわゆる贅沢している人と、田舎ではみんな昔のまま貧乏している。そうですね、この格差が大きすぎるから、贅沢を禁じるために、高い高級ブランドのアドバタイジメント、全部してはいけないと。すごいですね。これは非常にいいことだよね。面白い。そういうことを思い切ってやってる。ね。それによって高級品をみんな身につけなくなるだろうと。ね。そうするとでたらめにお金持ってる人と全く持ってない人の格差が1000倍あるわけ、1000倍。ね。これが下がってきて、貧乏してる人の不満が抑えられるんではないかという目的だと思います。So the Chinese politicians are the new president that took power now is teaching the people to stop wasting a huge amount of money on brands and expensive goods to show around how rich they are. And this is because the difference in between the rich and the poor is 1,000 times different. The poor and the rich ones is 1,000 times. So in order to stop this, he asked to the commercials for such big brands to be removed. And people should not be watching this media who shows us that we are supposed to wear Louis Vuitton and all those brands in order to normalize, because in the countryside there are extremely poor people, and compared to that the very rich should not. でもブランドを買わないんだったら、一応お金あるからそのお金で何をする？ブランドを買うをやめて、でも一応お金あるから、お金を他のものにアパート投資、土地、そういう買うかわからないけども、とにかくみんなが贅沢してる姿を中国から消すという狙いだと思いますね。すごいですね。So all this, the luxury image should disappear from China. That's what they want. Next up is North Korea. Apparently had the third nuclear test. このいわゆる核実験テストにおいてですね、明らかになったのは、この原子爆弾ニュークリアからですね、水素爆弾の実験にいよいよ移ってきているという見方がアメリカ当局から発表されているわけです。この実験は水素爆弾だと。となれば、原子爆弾やニュークリアよりももっと破壊力が強いわけですね。もっと殺傷能力、人を殺す力が広島よりももっと大きくなる。ね、これ10倍ぐらいになるだろうと言われてるんだけども。だからそういうものが東京へ日本へ向かって、飛んでくれば、ね、東京おろかこの関東全域が全員死ぬぐらいのですね、爆弾のテストをやって、それでよって脅かしてくるという非常に
危険極まる実験になってきたということをですね、認識しておかなければいけないと、こう思います。で、アメリカは、北朝鮮より何百枚よりいっぱい持ってるアトミックウェポンスなので ICBM とかいっぱい持ってるよ。そうですね。ですからきっと北朝鮮も、彼ら何か爆発したらアメリカからもう自殺になるんですよね。だからそこまでいかないと思いませんか？それはだからしかしお互いに、我々もアメリカへ届く、いわゆるミサイルを、大陸間弾道ミサイルを持ってるよと、そこには核弾頭をつけるよと、そうするとアメリカが大きな被害が受ける、だからアメリカに対する牽制を、アメリカに対するプレッシャーを、このテストで示したと。で簡単に北朝鮮は何でもかんでもギブアップしないという表れであると思います。So North Korea had another test, and it shows that they are using even higher type of atomic weapon, hydrogen weapon. So it's very destructive, and if it would be launched towards Japan, Japan would have a huge damage. And so the North Korea is not cutting back. They will not give up in front of the sanctions that were applied against them. Next, Spain. In Spain, the Prime Minister Rajoy received bribe money. このラホイが所属するルーリングパーティーの国民党、このパーティーの裏金疑惑といって、いわゆる本来もらってはいけないお金を不動産会社とか銀行とか、いろんな会社から取ってる、いわゆるその賄賂やね、賄賂、これ取ってはいけないお金を取ってる、これが今スペイン経済が非常に財政収支が悪くて、EU 全体にもお金を借りてこの再建しようとしているわけです。このいわゆる政治が不正をしている、悪いことしている、それがラホイのパーティーだというので今これが指摘されているわけです。So, Rajoy has been attacked in the news that he is receiving bribe money from companies, from banks, and so it is a dirty politician. That's what it's been said, and his party is also in a very bad light these days. Next, EU's Cameron cuts budget to 5%. 今イギリスで、キャメロンが EU から分かれる、セパレートで分かれる、ということを EU 議会で問題にしているわけです。それに対してなぜ分かれるかと、EU のいわゆるリーダーが弱いと、予算についても甘いと、バジェットも甘いと、こんな甘い予算じゃダメだと、逆に無駄なお金を使わないようにカットしてくれと、いうことを厳しく要求したわけです。これはもう6ヶ月前から厳しくなって要求しているキャメロンは。それに対してオランドにしてもですね、メルケルにしても、今ギリシャ、イタリア、スペイン、ポルトガル、こういう人を助けなきゃいけないと、アイルランドも助けるためにはお金がいるんだと、だから今カットできないと言って、これは並行で対抗してたわけです。それしかしキャメロンは、いわゆるそのオランダとか、デンマークとか、みんな仲間にして、それじゃ我々お金払わないよとも EU にタックスを出さないと
EU タックスはいい、もう我々協力しないよと、ね、場合によってはもうやめるよと言って脅かしてたわけです。でこれいよいよオランダにしてもメルケルにしてもいわゆるEU 指導者はキャメロンの言うことを聞いて予算をカットするという方針を決定したということで、キャメロンの勝利です。キャメロンがウィナーです。すごいですね。オランダがルーズ。はい。So in Europe, the financial situation is continuing to be very bad, and Cameron, he is recently trying to cut the budget, and he proposed a 5% cut of the budget because he considers that EU is wasting the money. François Hollande and Merkel tried to stop it and still provide that money to the poor countries that are needing support. But other countries got on the side of England, like Denmark, and decided not to pay the tax. And so Cameron succeeded. He was successful. It has been decided that the costs, it will be cut to 5%, and François Hollande lost and Cameron won this fight. Next, in Tunisia, there was a very special killing action that happened. チュニジアもアラブの春でですね、独裁政権が倒れて、イスラム同胞団という、エジプトと同じようにイスラム教による政治がしたわけだけれども、そのいわゆるオポジションパーティーのリーダーがですね、暗殺されると、テロで。暗殺されたですね、だからこれはもうベライードというそのリーダーが、イスラム過激派によって殺されると、このいわゆるイスラムの過激派とイスラムの穏健派との対立が今エジプトでも行われるんです、ね、だからそのモルシもやられてるわけですよ、イスラム過激派に攻撃されてる、それがチュニジアでもやられたと。でこれはもうアラブの春でチュニジアで独裁政権が追い出されて、リビアでカタフィが殺されて、エジプトで、ムバラクが引退して、全部この三国ともにイスラム政治に変わったわけです。そうですね。しかしそのイスラム政治に変わった後、国はむちゃくちゃになってるわけです。国は大混乱してるわけです。ね、それに対して今度はイスラム過激派がもっとその正しい政治をやれと言ってプレッシャーをかけて、テロで殺してるわけです今、リビアでも今もたくさんの人が殺されている、エジプトでも多くの人が死んでる、大混乱が起こっている、でチュニジアでも革命はしたけれどもレボリューションはあったけれども、なおまた次のレボリューションのいわゆるウェーブが波が押し寄せてきたと、エジプトも同じです、リビアもいずれまたそうなるであろう。確かにそうですね。だからこのいわゆるアラブの春を起こした NATO 側と CIA はですね、非常に大きな問題をいわゆる中近東で残してると、中東で、ね、ミドルイーストで問題を起こしていると、これがシリアというものに象徴されていると、シリアも大問題で何百万人が今もう逃げてる、困ってるんだ今、住むとこないわけですよね。大勢の人、何百万人、ミリオンのピープルが苦しんでる、何のためにこれやってんだ、何が目的なの、本当にそうですね。こんなバカな無駄なことはないだろうと、それに対して日本の政治ももっと正しくフェアにこの判断をして
いわゆるデパマティックストラテジーというものを作っていかなければ、考えていかなければいけないと、こう私は思います。So in Tunisia, the leader of the opposition party, the secular party, Bedaid, has been shot in front of his house when he was about to get in the car and go to work. And he was a very loved leader and respected, so the entire country was in huge shock for him being killed like that. And the ruling party is accused of having set up this killing. And so there are demonstrations and strikes all over the country. And it is said that it's going to be again revolution, a new revolution. It was with revolution that the leading party now has been set in power, but it's not working. And same thing is happening in Egypt and Libya. We can notice the same thing. The Islamists get to power after those Arab Spring revolutions, and after Mubarak and Gaddafi have been taken down, the countries are still in huge trouble. The people are still fighting, killing each other. So those Islamist leaders are no good, and those countries need one more revolution, and let's hope it's going to be better. We are going into commercial and see you after the break. はい、ムーパルガールの成田優子です。今回は健康食品スーパー乳酸 CPL をご紹介いたします。健康食品スーパー乳酸 CPL は1982年東海大学医学部においてがんが消滅している現象から発見された物質で、世界で初めて合成に成功した健康食品です。 CPL は天然の原料、主に砂糖大根を発酵させた乳酸を原料に、製造メーカーシュメイドンさんが開発した製法で安全な健康食品です。粉末をお茶やヨーグルトに混ぜてお取りください。ご購入希望の方はムーパル .jp のホームページからアクセスしてください。お待ちしています。We continue with Syria, where in last week again 100 people have been killed, and Assad is not giving up. このシリア問題は1年、これ非常に、シリアでいう内戦が激化してですね、大変な難民が困っている人々がトルコ、ヨルダン、レバノン、この隣のネイバーカントリーに、避難しているわけですよね。この数は今100万人ですよ。でそれ以外に100万人以上の人々がシリア国内で行き場がないと思う。そして家は潰されている、ね、食料もない、この寒い時に暖房もできない。ものすごいもう一番世界で今混乱している国になっているんです。それは誰が一体したのかと、何のためにやったのかと。アサドの内戦が起こる前、アラブの春が起こる前のシリアは、ヒストリカルな、落ち着いた、静かな町で、国民は安定した生活をやってたわけです。非常に、豊かな落ち着いた安定した生活があここにあったわけです。これはアサドのやっぱり政治力で、リーダーシップで、そうなってたわけです。確かにその後ろにはロシアがサポートしてたわけです。それをロシアサポートのアサドを倒したい NATO が、イスラエルが、CIA が、この一気に武器を渡して、お金を渡して、アサド攻撃のいわゆるシビルワーを作り上げていったんです。これ一番困ってるのはシリアの国民ですよ。
これになぜみんなが世界がアサドが悪いアサドが悪いと言いまくってるわけです、ね、はい、アサドは悪くないんだこれ正しく見たら、アサドは何の悪いこともしてない。ただアサドを倒してロシア勢力をシリアから追い出そうというだけが目的なんです、はい、これロシア対 NATO の対立なんです、ね、そういう中で、もうでたらめに毎日何百人が殺され、はい、そして何万ミリオンピープルがネイバーの国へ逃げていき、はい、テント生活でそこには水もなければトイレもなければシャワーもないと。そうですね。動物でももっと豊かな生活してる。日本のペットの方がまだいい。まあそう。ね。はい、こんなひどいことをしといて、知らん顔してアサドが悪いと言いまくってる。国連にも問題がある、国連にも。ね、これをもっとフェアに公平に、判断してこの問題の解決を国際社会がルールを作らなければいけない、はい、解決のためのルールを急いで作らなければいけない、ね、ですね、あくまで日本はニュートラルの立場でこれの善か悪かをきちっと判断しなければいけないと、こう私は思います。はい、でもアサドのプライドのためにそんなに人が死ぬっていうか、彼がそれ人間の心で考えれば、じゃあやめようやめますにして、それはあくまでも戦争ですから、アサドもやはり簡単には引けないところがあるわけです。はいね、もちろん親の代から続いたシリアの指導者で、その後ろにはロシアが控えているし、アサドも簡単には応じられないと、いう政治的理由があると思いますよ。しかしこういうことをよその国へ行ってデモを起こしたり武器をばらまいたり混乱さすようなことをリビア、チュニジア、エジプト、今シリアとやってきたわけだ。これ何のいいものは生まれない。これによっては混乱が残るだけですよ。混乱が残るだけ。And so in Syria, again last week, 100 people died, and there are millions of people who died because of these rebels. Another millions of people who are refugees in the neighboring countries like Lebanon, Jordan, and Turkey. And the people who are refugees there do not have water, showers. They live in tents in this cold winter. So they are living in incredible bad conditions. And this all for what reason? Why and who can allow these terrible things to happen? It's created by the war, the hidden war in between NATO and Russia. Russia was always supporting Assad and Assad's family, since his father was also the leader of the country. And by taking down Assad, the NATO forces are trying to lower the power of Russia in that area. And giving weapons to rebels, the rebels have very high level of weapons these days that are sponsored by NATO. All these things are so bad for the country. The people are the ones who suffer. And who is going to pay for this? Next, in Iraq, there are again demonstrations. いわゆるマリキ首相、これはマリキ首相はいわゆるアメリカの多国籍軍が、イラク戦争を起こして、そしてそのマリキという人間がプライムミニスターになってるわけですね。でこれに対してはやはり
宗教的なファクションの対立もあって、反マリキ派はもともとおったわけです。しかしここに来て、いわゆるイラクも外国の軍隊が来て、国が良くなると思ったら、良くならない。またイラクの中でももうバラバラになってリビアと同じように混乱が出てる。それはみんなマリキが悪いと、マリキ首相が悪いと。本当はこれアメリカが悪い。マリキが悪い、マリキが悪いと。そこにやっぱりロシアサイドの影響もあってですね、反マリキ反プライムミニスターのデモがものすごい大きくなってきてるわけです。もう一回アメリカ派が政権を取るか、ロシア側にまた政権が移るかというロシア対アメリカのここに対立的戦争が今背景にあるとこう見たらいいと思います。このマリキ反対運動は。And the same thing is happening in Iraq. So after Saddam has been taken down, the United States and NATO forces decided for Maliki to be the president, prime minister. And so they decided for him to be the prime minister. But the people of the country are making again demonstrations more and more against him. And it is same thing, Russia against United States that are fighting. And we have to think from that point of view. That's what Sosai Chodo Daikaku tells us, that behind all of these wars and problems, demonstrations that happen after the Arab Spring, it's Russia and United States that are actually fighting. Next up, Rome. The Benedict is going to step down. 今回突然サドンリー、ベネディクト16世が引退すると、87歳です。私はもう健康が持たないということで。健康が持たない理由で辞める？と本人が言ったわけ。他に理由があるかもわからない。しかしこの現職が任期途中で辞めるということは全く例がないわけ、今まで。例があるのは600年前の1415年に、グレゴリウス12世というローマ法王が、これいろんなスキャンダルと内部の争いの中で現職のまま辞めさせられた。これ600年前で1415年だからね、グレゴリウス12世これ辞めたわけです。だから600年間そういうことはなかったこと。だからベネディクトの今回の辞任は600年ぶりにそういうことが起こったということで話題になっているのと、それから若干この宗教界におけるですね、同性愛の問題とか、それからわいせつアクションとか、そういういろんなスキャンダルがあったことで、内部で若干のいざこざ対立があったことを事実ね。だからベネディクトも病気ということを理由にもうこの健康に悪いとこのローマ法王の座に座ってると、この椅子はもういらないということで逃げたというで、途中で逃げたと。たまたまそれは600年間なかったと。そういうことは600年ぶりでこういうアクシデントのような形で辞任が行われたというので話題になっているわけです。そうですね。昨日発表された。彼選ばれてから一応若い時、ヒトラーユースヒトラーのなんかナチのパーティーみたいなメンバーに入ってた。選ばれてからバレエ始めて、でいろんなもうやっぱりそういうイメージがついてると、きっとずっとアタックされたですよね。いろんなメディアとかいろんなね、すごいですね。ドイツ人だから、ドイツ人。そうですね。
ドイツ人で、前はポーランド人だったわけ、ね、ポーランドドイツと、So the Pope, Pope Benedict, is stepping down. He says that his health is not in good condition and he's not able to continue his duty because of his health. But there's 600 years, it's been 600 years since a Pope would resign his position. So this is something extremely special. 600 years ago, it was the Gregorian 12th Pope who resigned because of all kind of scandals that they had with the politicians and the leadership at that time. And now this Benedict, he's saying that it's his health, but actually he also had been attacked with many things. The gay priests problems and such problems were hurting very much. We thank you for today and see you next week. これからも日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。